私の名前はまどか。私には3歳下の妹がいる。妹は昔から可愛いともてはやされ、周囲からの評判のいい子だった。そのせいか、妹は成長するとともに、みるみるわがままに育ってしまったのだ。例えば、姉の私が祖父母におもちゃを買ってもらえば、お姉ちゃんの持ってるやつがいい、と私の持っているものをいつも羨ましがるようになった。すると祖母は私に、お姉ちゃんなんだから譲ってあげて、と言い、半ば強引に私からおもちゃを奪って妹に渡すのだ。私はそんな理不尽な目に遭わされていつも泣いていたが、まどかはお姉ちゃんだろ。あんなものを取られたくらいでみっともない。と祖父はそんな私のことを冷え切った目で見ていた。祖父母は昔から私のことよりも妹のことばかり可愛がっていた。私も可愛がられていたのだとは思うが、基本的に妹が最優先で、そういう時の祖父母は私のことなんか毛ほども考えてくれていなかったのだ。そんな私のことを慰めてくれたのは両親だけだった。両親は私と妹のことを分け隔てなく愛してくれていた。私たちはあなたたちのことがどちらも大切なのよ。と母はそう言い、父は、きっとあの子はわがままで居続けるかもしれない。でも、俺たちはまどかに大切なものを残すと決めているから、その時は頼んだよ。と言ってくれた。私は両親のおかげでどんなに辛いことがあっても耐えられたのだ。その後も妹はさらにわがままになっていき、中学高校に進学するとともに、より過激に私のものを奪うようになってしまった。私がお小遣いで買った可愛いノート、お気に入りのペン、流行っているカバン。妹に見つかれば、それらはすべて、お姉ちゃんのそれいいな、ちょうだい、と言って奪われてしまう。一度だけ、これは私が買ったものだからあげない、ときっぱりと断ったこともあったが、妹は泣きながら祖父母に言いに行ったため、結局取られてしまった。お前は大人げない。こんな姉を持ったあの子がかわいそう。と、この時に祖母に言われたこの言葉が未だに忘れられない。それ以来、私は自分の私物をどんどん地味なものに変えていき、本当に大切なものは妹に見つからないように隠すようになった。妹は最初は私の部屋を探し回っていたが、見つからないと諦めて、それからは何も言われていない。そして私は高校卒業とともに家を出た。両親と離れるのは辛かったが、これ以上妹と一緒にいたら、私は何もかも奪われると思ったのだ。それに祖父母にももう二度と会いたくなかった。その後、私はとある男性と出会い、お付き合いを経て結婚することができた。夫は私と妹の関係を理解してくれていて、まどかは俺が幸せにするよ。俺がまどかのことを一番大切にすると約束する。だから無理して実家に帰らなくてもいいからね。と、そう言ってくれたのだ。その後、私は夫と一緒に一度だけ実家に帰った。両親に結婚の報告をするためだ。両親はとても喜んでくれて、よかった。あなたが幸せになってくれて。困ったことがあったらいつでも相談してくれよ。俺たちはまどかの味方だからな。と、二人とも涙ぐんで喜んでくれた。それを見て私も泣いてしまった。その日は偶然にも妹は家にいなかったようで、私は妹には何も話すことなく家に帰ることができたのだ。結婚生活はまさに順風満帆で、妹のことを気にすることも次第になくなっていった。妹ももう大人だ。これからはお互いに自分たちの人生を生きればいい。このまま私は何を奪われることもなく幸せになれるのだと信じていたのだ。しかし数年後、夫から衝撃的な話を聞かされた。
俺と離婚してくれ。え？ある日、夫は突然こう言い出したのだ。私たち夫婦は仲のいい夫婦だったはず。それなのに、一体夫は何を言っているのだろう。私、何かした？どうしていきなり？と、私は動揺で震えながらそう聞いたが。ごめん。と、夫は謝罪を繰り返すだけで、理由を堅くなに言おうとしない。まさか、私に理由を伝えずに、このままごまかして離婚をするつもりなのだろうか。そんなことで納得できるはずもなく、私は繰り返し夫に問い詰めた。理由が言えないのなら、私は離婚しません。ちゃんと話して。と言うと、夫はため息をついてから。もうお前とはやっていけないんだ。俺はもう、まどかのことを愛していない。と、平然と言い放った。私はその言葉にショックを受けて、すぐに返事ができない。すると、夫はさらに口を開き。俺は、君の妹と再婚するって決めたんだ。だから、君が何を言おうと、もう離婚で確定だから。と言って、机に記入済みの離婚届を置いたのだ。妹？なんで？私は目の前の離婚届よりも、夫の言葉で頭が真っ白になった。妹？どうしてここで私の妹が出てくるの？夫と妹はあの日会っていないはずだ。それなのに。そう思っていると、夫から衝撃の告白を聞いてしまったのだ。結婚の挨拶の日に、俺は君の妹に会っているんだ。は？聞けば、夫は実家に出向いたあの日、トイレに行こうと席を立った時に、妹にばったり会ったというのだ。妹は直感で私の結婚相手だと見抜いたようで、夫に向かって、これ私の連絡先です。とメモを渡してきたそうだ。最初は、まどかの妹だから拒否するのもおかしいかと思って、それで連絡を取り合うようになったんだ。どうして教えてくれなかったの？私がそう言うと、夫は困ったような顔をして。君には妹のことは話さない方がいいんだと思ってたから。と言った。本当だろうか。後ろめたいことがあったから、私には言えなかったというだけではないのか。現に今、夫は妹に惹かれて、私と離婚しようとしている。私はついに妹に愛する夫のことまで奪われてしまったのだ。夫はもう私のことなんて眼中にないようで。じゃあ、その離婚届にサインして提出しておいて。お前と夫婦を続ける気はないから。と、一度も私を見ることなく部屋から出て行ってしまった。残された私は床にへたり込んで声も出さずにただ泣いていた。結局私は妹から奪われるだけの人生なんだ。きっとこの先も幸せになんてなれないんだ。そう考えると悔しくて悲しくて涙が止まらなかった。翌朝目を覚ますと夫は家の中にいなかった。どこに行ったのかと思ったが、よく見ると夫の荷物が丸ごとなくなっている。私は直感で夫は家を出て行ったのだと思った。いわゆる駆け落ちというやつだろう。妹と一緒に出て行ったのかはわからないが、私は一晩ゆっくり休んだことで、むしろ冷静になっていた。妹は昔から私の持っているものを奪おうとする。羨んでいたようだが、今回も厄介な癖が出たのだろう。私はもう一周回って呆れてしまっていた。もし本当にそうなら、これ以上この家にいる意味はない。私は離婚届にサインをして、すぐに役所に届け出た。さらに、すぐに住んでいた家を売り払い、実家に電話をかけたのだ。両親に事情を話すと、母は泣いていて、父は妹と元夫に対して怒りをたぎらせていた。すぐに家に帰ってきなさい。まどかはこの家の娘だからな。と、父にそう言われ、私はその日のうちに実家に帰ったのだ。
妹のいない実家の暮らしはとても居心地が良かった。妹と元夫はもう私の実家には戻ってくる気はないようで、正月もお盆になっても一切帰ってくることはなかった。両親はもうあの二人を受け入れる気はないそうで、私のことを本当に大切にしてくれた。祖父母はすでに他界しているので、もう妹をひいきする人たちも、妹の味方になる人もいない。それは私にとって救いにも思えた。あれから5年の月日が経った。私はもう駆け落ちして消えた元夫と妹のことなんてすっかり忘れて楽しく毎日を送っていたのだ。しかし先日、そんな私のもとにとある人が電話をかけてきた。それは5年前に消えた元夫だったのだ。元夫は私が電話に出るなり、妻が妊娠した。一緒に里帰り出産をするから、お前は今すぐに実家を明け渡せ。と、とんでもないことを言い放ったのだ。5年も消息不明だったくせになぜ今になって里帰りをしようというのだろうか。しかも元夫は私が実家に戻ったことをなぜか知っているようでゾッとした。そんなことは容認できません。あなたたちに帰ってくる場所があるとでもと私は強気な態度でそう言ったが、元夫はそれを鼻で笑うと、妊婦が帰ってくるのを拒否するっていうのか？やっぱり離婚して正解だったな。お前みたいな心の狭い奴と一緒じゃ、俺も辛い目に遭っていただろうな。とそう返してくる。その言い方は完全に私のことを見下しているようだ。この5年は優しかった元夫を変えてしまったらしい。とにかく里帰りはするから、お前は黙って実家を明け渡していればいいんだよ。と、元夫はそれだけを言うと電話を切った。なんとかしたいが、実家の場所は変わっていないので、二人は確実にここにやってくるだろう。それなら私はそれに対抗するために全力で迎え撃つしかない。私はそう思い、すぐにとある場所に電話をかけた。それから数日後。あ、お姉ちゃん久しぶり。でもどうして家にいるの？出て行けって言ってあったでしょ？と、本当に妹と元夫がやってきた。こいつには話が通じないらしいよ。そんなだから離婚されたんだよ。と、元夫と妹は私のことを完全に見下してそんなことを言ってくる。しかし私はかなり冷静だった。何か勘違いしていませんか？ここはもう私の家です。あなたたちはもうここを捨てたんでしょ？と私がそう言うと、二人はゲラゲラと笑って。はいはい。いいからお父さんとお母さんを呼んできてよ。ここは親の家で私の家でもあるのよ。と妹はそう言った。本当に何も知らないのね。二人はもう亡くなっているの。探しても出てこないよ。は？私の言葉に妹は顔を真っ青にして固まった。実は両親は3年前に亡くなったのだ。あまりにも突然のことで私は当時かなり落ち込んだ。しかし私は両親からあるものを受け取ることになった。両親が亡くなった時、私はすぐに妹に知らせなければと思い、番号に電話をかけたのだ。だが結局葬儀が終わるまで妹が電話に出ることはなかったのだ。妹はすでに両親がいないことを知った途端、そんなの聞いていない。なんで教えてくれなかったの？と叫んでいたが、電話以外の連絡手段もない状態でどう知らせろというのだろう。さらに妹は元夫と浮気の末に駆け落ちした人間だ。こんな風に対応をしてあげているだけでも感謝してほしいのだが。どう知らせろって言うの？電話にも出なかったのはあなたでしょ？と私がそう返すと、妹も思うところがあったのか静かになった。それと、私に出て行けって言っていたけど、この家はもう私のものだから。あんたたちが好き勝手する権利なんてないよ。と私はそう言って、
ある書類を妹と元夫に見せた。それは両親が残してくれた遺言書だ。そこには遺産のすべては私に相続をさせること。妹には遺産は一切渡さないこと。そして両親は妹とは縁を切ったということが書かれていた。妹はその内容を見て、嘘でしょ？こんなの嘘よ。と何度もそう言った。元夫は顔を真っ赤にして、こんなの偽装の書面だ。と言っていたが、これはれっきとした両親の文章だ。これは私がわがままな妹から何もかも奪われ続けていることに頭を悩ませていた両親が残してくれたものだ。私はこの遺言書をもとに両親の遺産のすべてを相続していた。私は怒っている二人に向かって、そういうことなので、ここは私の家です。あなたたちを受け入れるつもりはありませんので、すぐに出て行ってください。と淡々とそう言い放つ。ふざけるな。遺言書なんて関係ねえよ。お前を追い出すなんて簡単なんだからな。と元夫はブチ切れながらそう言って、妹も泣きながら、そうよ。あんたなんてさっさと出て行け。とそう言った。二人は両親の意向なんて最初から気にしていないようだ。それなら私も好きなように行動させてもらおう。私はすぐに電話をかけてある人を呼んだ。元夫と妹はどこにかけてるんだよと切れていたが無視を貫く。お待たせしました。しばらくすると電話の相手はすぐに実家にやってきて激高する二人に名刺を手渡した。そして、はじめまして、私は弁護士です。とその人が自己紹介すると二人は明らかに表情が固まった。そう、私は二人が来た時のことを考えて事前に弁護士に依頼をしていたのだ。この弁護士は両親が亡くなった時にお世話になった人だったので、事情を話すとすぐに助けてくれることになった。私は知らなかったのだが、この弁護士は両親の古い友人だったそうで、自分たちに何かあった時には私を助けてほしいと言われていたらしい。両親はずっと私のことを心配してくれていたのだ。二人はさっきまでの大騒ぎが嘘のように静かになって、弁護士の話を黙って聞いていた。しかし、ご両親の遺言書は本物です。この遺言書の内容通り、この家はまどかさんの家となりました。その他の遺産に関しても、すべてまどかさんが相続しています。と、弁護士が丁寧に説明すると、妹が食い下がってきた。そんなの、私を抜きにして勝手に決めたことよ。両親は私に遺産を渡そうとしたに決まってる。この女は遺産をもらうような価値のある人間じゃないわ。と、妹はドヤ顔でそう言ったが、弁護士は冷めた目を向けると、あなた方のご両親は、確かに姉妹のどちらも愛していましたよ。ですが、まどかさんが祖父母に冷遇されて、妹のあなただけを大切にする態度に頭を悩ませていたそうです。そして、あなたにも何度も言い聞かせたのに、あなたはそんな家族を見下していたんでしょ？私はあなたのご両親からすべて聞いているんですよ。と、そう言い返した。妹は弁護士がそこまで知っているとは思わなかったのだろう。すぐに静かになって体を震わせてうつむいた。もし泣いているのなら、それは悲しんでいるのではなく、思うようにならなくて悔しがっているのだ。まどかさんは、あなた方が黙ってここを去るのなら、何も要求しないと言っています。しかし、もし今後もこの家に執着したり、遺産のことに口を出すのなら、あなた方の浮気の末に離婚をした事実があるので、二人に慰謝料を請求します。と、弁護士はそう言い、二人に選択を迫った。すると、二人はようやく、自分たちが圧倒的に不利な状態にあることを理解したのか、何も言わずに逃げるようにその場を後にした。不倫や慰謝料のことを引き合いに出したので、これで二人は簡単には家に来なくなるだろう。このまま関わりを持たなくなるのなら、私は
妹と元夫に対して慰謝料を請求するつもりはない。あの二人がそれを理解して私から離れてくれればいいのだが。その後、あの二人が家に来ることはなくなったが、代わりに絶えず実家の電話に何度も電話をかけてきたり、メールを何通も送ってくるようになってしまった。元夫はブチ切れて、お前は家族を丸め込んで、自分の妹の人生を妨害したひどい人間だ。このまま穏やかに生きていけると思うなよ。と何度も似たようなメールを送ってきて、妹は今までの自分の行いを忘れたように、ずっとお姉ちゃんの存在がプレッシャーだった。両親もお姉ちゃんの味方ばかりで悔しかった。と、妹が私のものばかり欲しがっていた理由を何通も送ってきた。両親は妹のことも大切にしていたというのに、その愛情を自分から捨てたのは妹なのではないだろうか。妹にも何か事情はあったのかもしれないが、私の目にはわがままにしか映らなかったし、私はずっと苦しかった。それが私の妹に対する思いであり、両親の出した答えが全てだ。私は二人に対して、今後は弁護士を通してください。これ以上個人で連絡をするのなら慰謝料を請求します。と送って、全てを着信拒否設定にした。それ以来、二人からは何のアクションもなく、家に来るということもない。ようやく私は何も気にすることなく、平和に暮らすことができそうだ。数ヶ月後、なんとなく SNS を見ていると、妹のアカウントを発見した。少し気になって確認がてら様子を見てみると、どうやら無事子供が生まれたようだ。あの時、里帰り出産をするつもりだったのは本当だったらしい。しかし、過去の投稿を見ていくと、なんと妹と元夫が離婚をしていることが分かったのだ。どうやら元夫は浮気をしていたようで、相当な修羅場になった末に、最近ようやく離婚に至ったらしい。この結果には驚いたが、一度浮気をした人間が浮気相手と結ばれたからといって、浮気をやめるわけがないだろう。一番最近の投稿は、元夫は慰謝料も養育費もまともに払っていないらしく、妹は子供を育てるためにアルバイトと夜食をして身を粉にして働いているそうだ。略奪をしたつもりが最後に何もかも奪われるなんて自業自得でしかないし、本当に滑稽だと思った。それと同時にこの投稿を見てスカッとした気持ちになった私は、もしかしたら妹と同類の人間なのかもしれない。私はその後、実家を売り払って別の町に引っ越した。妹と元夫から少しでも離れたかったし、あの家は私一人で住むには広すぎるのだ。二人には思いつかないようなところに引っ越したので、もう二度と関わることはないだろう。私は今、誰とも付き合ったりはしないで、一人の生活を楽しんでいる。いつかは結婚したいと思っているが、まだ急ぐ必要はないと思っているのだ。両親には常日頃感謝をしつつ、私は今本当の意味で自由な毎日を過ごせている。